RC 統合。こんにちは、ドスログです。こんにちは、ドクター三浦です。よろしくお願いします。今日はちょっとね、問題があって、でちょっとね急遽三浦さんを呼ばさせていただいて、ちょっといろいろね対策の方をしていきたいと思ってるんですけれども、皆さんアンプのとかモーターのトラブルっていうのを結構見ますよね。最近特にまた見ますね。見ますよね。でそれの原因とかをね探っていきたいっていうのがあるんで、こういうところだろうなっていうのは大体感じるんですけども、今までパッと見てどんな感じがしたとかなんかあります？結構初心者は面倒見てくれるじゃないですか。そうですね。見させていただいてる中で、パッと最初車がいきなり止まっちゃうとか、電源が入らないとかありますよね。それでなんか僕の車おかしいなとかいうふうに気づかれるじゃないですか。僕の頭がおかしいなって？いや。その中でいきなりアンプが壊れたとかよく言われるじゃないですか。なんかいきなりブチ切れてる人いますよね。いますよね。慌てちゃって「もうせっかく買ったばっかりなのにアンプ壊れちゃった」とか「今まで調子良かったのに」っていうふうに言われるんです。いきなりそこに行くっていうのもちょっとどうかなっていうところがあって、よくある事例というか見てる中で、やっぱり配線のところ、いわゆるコネクターになっている部分、いわゆるオスメスになっている部分ってラジコンって結構多いですね。多いですよね。そういうところの抜けてしまったりとか、だからちょっとハンダがうまくいってなくて接触が悪いだとか、もうコネクター自体がもう悪くなっちゃってるとかっていう風で抜けちゃうとか、そういう風で電気がうまく流れないっていうのはもう本当多く見るなっていう風には思ってますね。完全にそこ盲点ですよね。いや本当そうですよね。それまで動いちゃってるから余計にそうなんですよね。本当にこの接触の部分っていうのはね、そんなところがまさか壊れるのかっていうのは結構あるので、その辺のねちょっとね事例を、事例というかそのマシンを見ながら具体的にここは注意した方がいいよっていうところを一つ一つちょっと説明していきたいと思いますよね。それとあと最後に実はこういうパーツを使うとこの先結構安心だよっていうねものもねいくつか紹介していきたいと思いますんで、じゃあそちらの方を見ていきたいと思いますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。空力ボディなんですね。あんまり字高いよ。大切に育ってきます。じゃあ三浦さんいきましょう。この先ほどその配線っていうことでまず注意していくところ、電源を入れてもねとかまずそもそも入らないとかですね。電源は入るんだけどモーターが回らない、もしくは受信機の方に電源がいかないとかありますけれども、やっぱり1個ずつ見ていくしかないんですよね。最近のアンプはですね、こっちからは配線がこうつながってますけども、このモーターに行く部分に関してはご自身でやっぱりハンダ付けをしないといけないと思うんですよね。こちらのコネクタの方は自分で作るという風なので、でも綺麗にこうやって束ねてありますけれども、やっぱり車動くもんですから、どうしてもこう振動がこう伝わるわけですよね。でその中でやっぱりハンダが剥がれてしまったりだとかいう状態になってしまって、あとはこういうコネクターが抜けちゃうとかですね、振動でこうポーンって抜けてしまうっていうこともありますので、この辺はちょっと一遍冷静になってしっかりね一つずつメンテナンスしていただきたいなっていう。こういうふうにねこれちょっと綺麗にやってあるんですけれども、前回見た事例でそのモーターが最初動かなくてちょっと回してやると動くっていう時に、要はここの ABC っていうふうにあるんですけれども、何やってもあれって感じだったんだけども、最後に1本キュッてコードを引っ張ったら中のハンデがくっついてなかったっていう事例があったんで、特にこうやってねきちんと被覆をかぶせてね綺麗にしている人ほどまたわからないんですよね。中の振動で本当に折れちゃってるっていうのもありますね。なのでやっぱり力がかかるので、やっぱり時々はですねそういうところをきちんとメンテナンスをされた方がいいではないかなっていうふうには思います。最悪の場合はねやっぱり火災とかですね、なりやすいものですから、見ていただきたいなっていうふうには思います。火が出ると怖いよな。嫌だよね。大事なラジコンがどうなっちゃう？壊れるよね。燃えちゃうね。次にもし動かない場合何をチェックしますか？ここにですねいっぱいの線がこうやって刺さってる部分ありますよね。今はブラシレスがね主流の時代だもんですから、このセンサーの線が
ここに刺さってますけど、この中にですねセンサーが入ってるんですよね。でこれで、中のですね信号を拾ってそのアンプとですねやり取りをしているんですけども、これが例えばこれきちんとまっすぐ抜いていただきたいんですけど、これがですね斜めに入ってしまったり抜けてしまったりですね、してても動かなくなります。あと断線してる場合もありますよね。あります。こんなに細い線なもんですから、はっきり言って消耗品ですね、これは。はい、時々交換しましょう。そんなにめちゃくちゃ高いものでもないもんですから、これは時々変えてあげましょう。だいたい動かない時っていうのはまずこれを変える人は多いですよね。そうですね。はい。まあよくあることなので、はい、これ交換すると思いますけども、はい、ちょっと長さに余裕を持ったですね、ものにしてあげるといいかなというふうに思います。で、あとはですね、こちらのアンプ側にももちろんこういうふうに刺さってるもんですから、こちらのね線の方も見ていただくと、それからキャパシターですね。そうですよね。こちらの方もね、一緒につながってるので。あとたまに見る事例なんですけども、この ABC とかいろいろでプラスマイナスあるじゃないですか。ハンダモリモリでくっついちゃってる人ありますね。はい、これちょっとくっついたらまずいんですよね。必ずくっつかないようにね、こうやって皮膚きちんと貼っていただいてですね。はい。あとはその ABC が間違ってる人、間違ってるのもありますね。すごい熱持つもんですからどうしたってなると思うんですけど、もう一回冷静にねきちんとはわしてあげてください。じゃあまああとはそのあれも手ですよね、アンプの初期化。そうですよね。はい。で何かトラブルがあってトラブルが治ったと思っても、必ずですねもう一回アンプの方でですね初期化をしていただくようにお願いします。初期化っていうのはニュートラルの位置、それからスロットルの最大値、それからバックの最大値を設定することですね。はい、説明書の方に載っておるもんですから、各メーカーのそれに従っていただいてやってもらうと。これはやってほしいね、必ず。やってもらいたいです。結構これで復活するっていう人もいるので、ありますね。次にここですね。これがバッテリーのプラス端子とマイナス端子ですね。こちらがですねどうしてもやっぱりドリフト特にそうなんですけど、バッテリーを変える回数が多いですよね。交換充電してはまたつけてっていう、また抜いて挿して抜いて挿してがあると思うんですけど、そのうちにここがスルスルになってしまう。なんていうんですかね、軽い力で抜けてしまう、走ってる間にもどんどん浮いてきちゃうとかいうマシンよく見るんですけれども、結構この横にぐるぐるやってくるくる回っちゃうやつとかあるじゃないですか。あります。回転しちゃう。ああいうやつっていうのはちょっと調子悪いね。そうですね。はい。大体やっぱりこの10分の1のこの車ですねの中であれ使ってる人ってあんまり調子よくないですよね。そのバナナコネクタっていうヨーロピアンコネクタっていうのかな。そうですね。あれでもいいんですけど、ちょっと弱るのが早いんで、頻繁に見てもらって弱ったらまた変えてもらってっていうのをやってもらった方がいいよね。そうです。なのでもうこれも消耗品なんですけれども、よくそれからここの割れてるやつを広げたりして使われる方も見えると思うんですけども、その1回2回ぐらいならいいですけど、何遍もやってるとこの端子が割れちゃうんですよね、パキンって。あんまりいいことではないので、もうここもおとなしく変えましょう。じゃあ割れちゃうと柳君も怒っちゃうね。どういうことですかね。いや先割れの柳。そういう意味ですね。深い意味はないんですけど。何もないですよね。そんな感じですよね。なのでこの辺のコネクターは本当にいいものをですね使われることをお勧めします。そうですね。それか頻繁に変えてもらう。本当に緩くなったら変えてもらうっていうぐらいがそうです。これちょっと差し込み型のものですけども、他にはですねT 型のものですとか、あとタミヤのですねああいうパッチンってするコネクタありますよね。タミヤのやつもちょっと見ときましょうか。そうですよね。ちょっとロックマシン貸して。タミヤのねいつも使ってるこれは TT02 だよね。最近頑張って練習してます。これさこうやっていつもねカチンってこうやってねはめます。タミヤコネクタね。これねやりやすいよね。これでもさずっと使えるわけじゃないんだ実はこれもこうやってずっとやってる間にスカスカになっちゃったり緩くて走ってる間にポーンって抜けちゃったりとかいうのも起きやすいから、これもそうなっちゃってからでいいんだけど、そうしたら交換しましょうっていうものです。どちらかというとこっち側がなりやすいので、その時は交換しますっていうものです。そうですよね。そういうふうにちょっとガバガバになっちゃう焦げてきちゃうのもありますからね。そうですね。このコネクタの中でね接触悪いとこの中で雷みたいになんかねビシビシビシってなって、よく見るともう焦げちゃう。これ今すごい綺麗でしょ。見えるかなんかね。これね。まだルク君の新しいからね、すごく綺麗なんだけど、これをもっともっと頑張って練習してる間にあれってなるんだよ。そしたら行ってね、そしたら交換しようね。分かった？緊張してるね。緊張してるの？もしもし。はい。
はいよいしょ、だからねここね注意しましょうね。注意しようね。あとここもね、はい、そうですね。タミヤのブラシモーターね、の方はこういう風にギボシでねついてると思うんですけども、この辺も今はしっかり硬いです。これは大丈夫かな。これも最後まで奥まできちんとこうグッと入れといていただいて、これ結構緩い人いますからね。はい。ですけども緩くなったらこれも交換しましょう。そうだね。はい。これちょっと特殊なね電光ペンチが必要だと思うんですけども、そういうので交換できますので、はい。わかんない人はどう来て、はい、来てください。三浦さんとか常連して聞いてください。はい。何でも聞いてください。ありがとうね。はい、ありがとうね。はい。ここでね最近ちょっと流行り出してきたというか、新しい商品が出てきたので、これちょっといいなっていうのをねちょっと紹介したいと思うんですけれども、そこをねもう少しカチッとした感じにするっていうもので、アキバンスさんからこういう形でね、ちょっとしっかりしたやつ、かっこいいですね。まず形から色もラインナップが、あと、黒赤、黒黒、赤赤、紫っていう風で全4種類あるんですけれども、これ要は今皆さん結構マシンをドレスアップするのが好きな方が多いじゃないですか。紫だ赤だっていうことでね。色合わせてですね。でそういうのでいろいろそういう風に選んでいただけるのかなっていう感じですよね。見た目もいいですし、あとなんていうのここがしっかりしてるから抜き差しの時に例えばこういうやつだと結構だんだんガタが出てきそうな感じなんでね。配線持っちゃいますしね、ついつい。これだったらこれ自体を持てますもんね。そうですよね。自体を。はい。なるほど。これはいいや。じゃあこれをねちょっともうつけちゃおうかなと思ってね。今ですか？今です。わかりました。お願いします。よろしくお願いします。これ一回封しましょう。はい、開けさせてもらいますね。こういう感じでまずマニュアルがついてるよね。こんな立派な説明書がついてるね。普通こんなの何も入ってないもんね。ラジエーションコネクタどういう意味なんだろう。なんかめちゃくちゃ梱包がきっちりしてるね。いやさすがですよね。さすがアキュバンス。はいこんな感じになってます。横にアキュバンスのねきちんとロゴが入ってます。ロゴも入ってるんだ。かっこいい。すげえね。まずちょっとこれこのままつけてみると、結構でもこう隙間がありますね。あるね。これ結構きついやつもあるもんね。ありますよね。でなんかうまくいきそう。で芋ね最後ハンダ付けして芋ネジ。上から芋ネジと。これ結構ね芋ネジだけで止めちゃうっていう違うタイプのやつとかねいるらしいんだけれども。実際はハンダ付けしてからの方がいいと思います。いやこれは絶対そうでしょうね。そのままね線のままっていうわけにもいかないですからね。そうですね。おっちょこちょいの人はねこの赤と黒のやつ買うのがベストだよね。いやそうですよね。それが一番わかりやすいですよね。やっぱり他のアルミのね部品のカラーと合わせたいなんて人はそれに合ったやつをね買うのがいいですよね。あの人はね落ち武者じゃないんだ。あの人は落ち武者。この人あの人落ち武者。あの人落ち武者。中身。取り付けが完了しましたね。見ていきましょう。早速ですね今アキュバンスさんのこのコネクタをですね取り付けさせていただきます。すごいしっかりしてますよね。これちょっとね。こうやって取って刺すとビリビリビリっときません。きませんよ。きませんよ。それきません。大丈夫です。すごいしっかりしてますねこれ。ここを持って抜き差しできるんで、配線引っ張っちゃうところがないんですごくいい感じですよね。そうですよね。本当に一番よく触る部分ですからね。ここの抜き差しに直接配線触らずいけるっていうのはすごいいいです。これ赤黒、これが黒黒の方は分かりやすいように赤いね収縮チューブの方、これも最初から入ってます。付属してましたね。見た目もいいしね。これはすごく洒落てます。さすがですよね。結局のところやっぱりここの接触部量っていうのが多い。なのでもう本当に消耗品としても僕は言えると思うので、やっぱりもうおかしいなと思ったらね、未然にこういうのを交換すると。で先ほども言ったこういうモーターの ABC ですとか、センサー線ですね、の方もそうです。それを全て見た上でどうしてもおかしい、アンプがおかしい。
それが初期設定してもおかしいであれば、修理に出されればいいんじゃないかなというふうに思います。いきなりアンプだと思って修理に送ってしまうじゃなくて、他に出る要因でありますので、そういうところを一つずつトラブルシュートされることをお勧めします。わかりました。じゃあちょっと最後に記念撮影。記念撮影するんですか今日も。やりましょう。記念撮影いくよ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いっぱい練習しようね。はい。バイバイ。バイバイ。はい、OK。